メリクリ。クリスマスなんてもんはおっさんにとっちゃ何の変哲もないただの平日に過ぎないが、それでもなんかそれっぽいことやんなきゃと駆り立たれて今に至ります。俺もすっかり YouTuber になってしまったな。というわけで人生初のケーキ作りに挑戦だ。まずはケーキの型作り。邪魔。はい、気を取り直して下準備としてまずはケーキの型を作っておく。クッキングシートを天板よりやや大きくカットし、角に合わせて折り目をつけていく。ちなみに今使ってる型は一辺 28.5 センチ。角っこは折り目を入れるか切り込みを入れるかしてぴったり貼り付くようにしておく。多少浮いてても生地を流し込めば貼り付くんで、そこまで問題じゃない。めんどくさい計量は最初にまとめてしておこう。お菓子作りは計量が大事だと聞く。まずは砂糖 60g、 続いて薄力粉 60g。 ショコラ生地にしたい場合はさらにココアパウダーを 10g、 お水 40ml、 サラダ油 30ml。 そしたらボウルを2つ用意し、卵3つを黄身と白身に分ける。一般的なふわふわしたスポンジは全卵を使うが、今回は俺好みのしっとりもちもちとした生地にしたい。そういう場合は黄身と白身別々に溶いていく。黄身の方に先ほど測った砂糖3分の1の量を加えてかき混ぜる。軽く混ぜ合わせたらサラダ油、黄身と油が混ざり合ったらそこにお水。この色ぐらいしっかり混ざったらいいだろう。ここに薄力粉とココアパウダーを入れ、ボウルでふるい、よーく混ぜ合わせる。お次は白身や。こいつでメレンゲを作っていく。砂糖を最初に加えると粘りが出てしまうので、最初は卵白だけを溶く。これぐらい泡立ったら砂糖の半量を入れる。これも一気に入れると余計な粘りが出てしまう。しばらく混ぜたら残りの砂糖を追加。ここから角が立つぐらいまでさらにかき混ぜる。泡のきめが細かくなりシルキーなツヤが出てきたらメレンゲの完成。そうしたらこのメレンゲをさっき作った黄身の方に混ぜ合わせていくが、一気に入れると混ざりにくいんで3分の1ぐらい入れて混ぜ合わせる。きれいに混ぜ合わせたら残りのメレンゲを全て入れる。ある程度混ざったらゴムベラに持ち替えて下から持ち上げるように大きく混ぜる。よし、生地の素完成。そうしたら最初に作ったケーキの型にこいつを流し入れる。生地を入れたらスクレッパーかゴムベラで生地を隅まで伸ばし平らにならしていく。ちゃんと角のとこまで勝ち込むんや。そしたらトントンして空気を抜いて予熱したオーブンに入れ12分焼く。温度は190度。焼き上がったら生地を取り出し、触ってみてしっとりとしながらも適度な弾力があれば OK や。べちゃっとしてると焼き足りず、乾燥してると焼きすぎ。生地が乾燥してると巻く時に割れるんで、ふんわりラップをしておき乾燥を防ぐ。この状態で生地を 2,30 分置いておき冷ます。これで生地は完成や。待ってる間にクリームを作っていくぞ。よっしゃ、クリーム作りや。生クリームは乳脂肪分は 35% 以上のもの。200ml のうち 60ml をまず沸かす。こいつはチョコを溶かすようだ。その間にチョコを準備。今日使うのは
業務スーパーに売っていたクーベルチュールチョコレートダークだ。市販のチョコでも何でもいいが、カカオ 65% 以上のビターなやつが大人っぽい味になりおすすめだ。こいつを 60g 測っておく。生クリームが沸いたらこいつでチョコを溶かす。だいたいこういう時はあらかじめチョコレートを細かく刻んでおくもんだが、こんぐらいの大きさなら多分溶けるやろう。チョコが溶けたら残りの生クリームを追加する。この時チョコが熱かったら冷ます必要があるが、混ぜてるうちに人肌以下に冷めたから大丈夫だ。クリームを追加したら混ぜ合わせる。混ざったら氷水の張ったデカめのボウルを用意する。この上に乗せて冷やしながらホイップしていく。ちょっと回転が早すぎたようだ。あ、こいつを忘れていた。キルシュ。さくらんぼのブランデーだ。カルディに売ってた。こいつを香り付け程度に加えておくと大人っぽい味になる。普通のブランデーやラム酒でもいい。クリームは8分立てぐらい。8分立てがどんなもんかよく分かってないが、こんなもんだろう。クリーム作りが終わったら生地に埋め込む用のフルーツも用意しておく。生地もそろそろ冷めた頃や。端っこのペーパーにくっついてる部分を剥がし、ラップとクッキングペーパーを一緒に持って一気にひっくり返す。そうしたらクッキングペーパーをそーっと剥がす。そしたら新しいペーパーを上からかぶせて、もう一度ラップとペーパーを持ってひっくり返す。よっと。そしてラップを静かに剥がす。ほんで巻き終わりを斜めにカットすると巻きやすいらしい。そしたらクリームの3分の2ぐらいの量を生地に塗っていく。こいつをまんべんなく伸ばしたらフルーツをのせる。こうやって均等に横並びにすると巻きやすいだろう。巻きやすいように持つ方のペーパーをカット。ここから巻く前に 3,4 センチほど持ち上げて直角に癖をつけておく。これが巻く際の芯になって巻いた時に綺麗な形になる。そうしたらぐーっと紙を奥に引っ張ってロールしていく。そうしたら紙を奥に引っ張りつつ、なんか平らで平べったいもので押し込んで締めていく。定規とかあればおすすめだ。いい感じじゃないか。そしたら生地とクリームをなじませるために 1,2 時間冷蔵庫で保管して休ませる。乾燥しないようにペーパーを巻いてラップをし、冷蔵庫へ。よし、じゃあフィニッシュといこう。まずは両端を切り落とし断面をきれいにする。ケーキを切る際は包丁を温めておくと断面がきれいになる。一度切ったら包丁をきれいに拭き取り、もう片方の断面もカット。こっちはちょっと大きめに斜めに切り落とす。クリームを海苔代わりに使い、さっき斜めに切った断面を上にくっつける。そしたら残りのクリームをケーキに塗っていく。
クリームを塗ったらフォークなんかで切り株っぽい模様をつける。あとは飾り付けや。飯の時は結構適当だが、スイーツになるとセンスを問われるので、ここも気を抜けない。残りのイチゴとコンビニの冷凍ミックスベリー、そこに粉砂糖を散らし、ミントを添えてアラザンを散らして完成だ。ブッシュドノエル。いただきます。大成功だ。普通にめっちゃうまいんだが、初めて作ったスイーツにしちゃ上出来すぎる。しっとりもっちりしたガトーショコラのような食感、クリームも甘すぎず、キルシュの風味が効いたビターな大人っぽい味わい。そこにイチゴ、ラズベリー、ブルーベリー、さまざまなベリーの酸味が合わさり、パクパク食べられる。自分ケーキ屋開いてよろしいか。ところで、みんなはクリスマスどう過ごすのかな。俺は多分また犬と一緒だ。 YouTube で10万人いこうが全く生活が変わりません。もう毎年だいたい犬と一緒だ。ちなみに去年はイルミネーションデートに行きました。うまかった。一気に食うのはもったいないんで、残りは後でゆっくり楽しむとしよう。